はい、どうも、たまです。今回は前作からさらに進化をした毎日3000個ものシルカーの殻が手に入るシルカートラップを作っていきたいと思います。特徴1、ピストラによるダメージ調整で瀕死にして一撃で倒れるように調整。従来タイプと比べると6倍のスピードでシルカーを倒せるようになりました。特徴2、1時間あたりの効率は処理ユニット1つでシルカーの殻が毎時750前後。処理ユニットを4つに増やせば毎時3000前後まで効率が上がります。特徴3、トライデントの差し直しがしやすいように設計。トライデントめり込みバグの回避やマルチブレージの差し直しがしやすいようになっています。作りやすいように小型化していますので、ぜひ参考にしてくださいね。それでは本日もレッツポンポン。今回使う材料はこちら。処理ユニット1つあたりの材料です。白色のガラスを使っていますが、ガラスであれば何でも OK。装飾用不透過ブロックにクォーツブロックを使っていますが、他の素材でも大丈夫です。トライデントは水性特攻1から5のうち2のついたものが必要なのでご注意ください。透明化のポーションがあるとシルカーの搬入が楽になります。できるだけ多めに準備をしておいてください。では作っていきましょう。今回の装置はチャンクの境目の影響を受けるので、作成場所はエンドシティから2チャンクほど離れたチャンクを基準に作っていきます。エンドシティがここまであるので、ここから右にあるチャンクを調べていきましょう。まずはエンドシティよりも右にある X 座標 Z 座標が16で割り切れる場所を探します。今回はここですね。見つけたら目印にレンガブロックを設置。置けたらエンドシティから離れるようにして、もう一つの X 座標と Z 座標が16で割り切れる場所を探します。チャンクは一辺16マスなので、この内レンガの位置から数えて、1、2、3、4、16、17マス目。ここがもう一つの X 座標と Z 座標が16で割り切れる場所ですね。念のため X 座標と Z 座標が16で割り切れるか確認をしておきましょう。確認できたらここにも石レンガを置いていきましょう。ここまででこんな感じで石レンガが置けたと思います。ここまでできたらこの石レンガの上に立って模様が T になるように向きを変えます。この時の状態がチャンクの左上の角にいる状態なので、ここから2、3、4、15、16と掘って、今度はここから2、3、4、15、16と掘ります。あとはこれを基準に四角くしていって、掘った穴にブロックを入れて目印をつけていきましょう。では念のために確認です。チャンクの目印がエンドシティから10マス以上離れているか確認してください。もし10マス以上離れていない場合は、もう一つ右のチャンクを基準に作っていく必要があるので、必ず確認をしておいてくださいね。問題なければ次は装置を作っていきましょう。まずはチャンクの中央付近から足場ブロックを15マス上まで積んでいきます。エンドシティが前に見えている状態で、チャンクの右下の角に進み、この角のブロックから数えて、1、2、3、4、5、6、7、8マス。次はここから数えて、1、2、3、4、5、6、7、8マス目。ここに足場を置きます。次は現在の Y 座標を確認。現在は Y62 ですね。ここから15を足した Y77 まで足場ブロックを伸ばしていきましょう。はい、Y77 まで伸ばしました。次は葉っぱで 15×7 の足場を作っていきます。まずは足場ブロックの上で前にエンドシティが見えている状態で足場ブロックの右側に葉っぱを設置。次は前にエンドシティが見えている状態で後ろに葉っぱを設置。置けたらこの葉っぱは壊します。前にエンドシティがある状態で足場ブロックの斜め右下に葉っぱが置けていれば OK です。次はこの葉っぱを基準にエンドシティから離れるように2、3、4、14、15とこのように置いて、次はここから2、3、4、5、6、7とこのように置きましょう。できたらこれを基準に四角くしていってください。では視点を変更して続けます。次はチェストとホッパー9個をこのように設置します。まずはこの葉っぱの角から数えて、1、2、3、4マス目。ここにチェストをポン。上から見るとこの位置になりますね。次はホッパーをこのチェストの側面から1、2、3、4、5、6、7、8、9個このように設置してください。次はガラスをこのように設置します。まずはホッパーの後ろにポン。あとはこのように置いて、ここから1、2、3、こちらからも1、2、3とこのように置いてください。次はハーフブロックトラップドアボタンをこのように設置します。トライデントがめり込みにくくなるようにトラップドアを置く時の方向に注意です。まずはハーフブロックを一番後ろのホッパーの上にポン。次に近くに石レンガを置いて T の文字が逆さまになるように方角を変えて南を向きます。この状態でこの位置のホッパーの上にトラップドアを設置。どの方向が南になるか次第でプレイヤーの向きが変わるので注意してくださいね。
置けたら石レンガは撤去して、この位置にボタンをポン。次はこの位置にこの向きでトラップドアをポン。開くとこのように開くので確認しておきましょう。次は装飾用不透過ブロック、ダスト、ガラスをこのように設置します。まずはこの位置に不透過ブロック。ここにはダストを置きます。次はこの位置に不透過ブロック。あとはガラスをここと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 ここに置いてください。次は階段ブロック、ガラス、オブザーバーをこのように設置します。オブザーバーの顔の面はこちらです。まずはこの位置にこの向きで階段ブロック。右隣も同じように置きます。次はこの位置に階段ブロック。次はこのダストの上とここに置いてください。一旦こんな感じですね。あとはガラスをこことこことここに置いて、この位置には仮ブロックを1、2個置いて下は壊します。ここまでできたら下から見上げながら仮ブロックの下にオブザーバーを設置。置けたら仮ブロックは撤去して OK です。オブザーバーの側面の三角マークが下を向いているのを確認しておきましょう。次はトラップドアに水を流し防具立てを設置します。まずはこの位置のトラップドアに向けてしゃがみながら水をダバー。次はこのボタンに向けてしゃがみながら防具立てを置いてください。このようにホッパーにはまれば OK です。次はドロッパー、ガラス、スカルクをこのように設置します。まずはオブザーバーの上に乗ってジャンプしながらドロッパーを設置。次はこの位置からくるーっとガラスを置いていきます。次は中央2マスにスカルクをポンポンとこのように置いてください。次はスカルクカタリスト、オブザーバー、リピーター、装飾用不透過ブロックをこのように設置します。オブザーバーの信号の向きはこちら。リピーターの向きはこちら。このリピーターは遅延マックスにする点に注意です。まずはこの位置にスカルクカタリスト。次はここに向けてオブザーバー。信号の出口はこちらです。次はこの位置にこの向きでリピーター。置けたら遅延を最大にしてください。次はこの位置にこの向きでオブザーバー。信号の出口はこちらです。次はこの位置にこの向きでオブザーバー。信号の出口はこちらになりますね。最後にドロッパーの上に装飾用不透過ブロックを設置してください。次はガラスで隙間を埋めてエンダーバーがワープしてこないように下付きハーフブロックで屋根をつけます。まずはここからこのように置いていって隙間を埋めたら上にハーフブロックを置いて屋根をつけていってください。では視点を右側面に変更して続けます。次はシュルカーがワープしてこないようにボタンをこのように設置します。ボタンはここから1、2、3、4、5、6と置いて、あとはここにも置いてください。では今度は背面に視点を変更して続けます。次はボタンをこのように設置します。ここから1、2、3、4、5。はい、OK。では左側面に視点を変えて続けます。次は一部ガラスを撤去し、トライデントを挿してトライデント貼り付け用の額縁を設置します。まずはこの位置のガラスは撤去。次はこの位置まで近づいてトライデントを奥のトラップドアのこの位置を狙って投げます。するとトラップドアの中央あたりに刺さりますね。あとはこのトラップドアは開いて蓋をし、ここに額縁をつけておきましょう。トライデントを回収するときはこのように近づいて回収し、額縁に貼り付けておきます。トライデントを刺すときは額縁から取ってこのように投げ入れてもらえれば OK。 このようにして差し直しをしてくださいね。では前面に視点を変更して防具立ての上にボタンを設置します。このガラスの底を狙ってボタンをポン。はい、これで処理ユニットの完成です。ここからはシュルカーを連れてくるフェーズに進みましょう。ではまずは周囲にコーラスの木があるとこのようにシュルカーがコーラスフロアにワープしてしまうので、処理ユニットから10マス程度の範囲にコーラスの木がある場合は必ず撤去をしておきましょう。ではシュルカーを連れてきます。ここからの作業は透明管のポーションがないと難しいので、まずは透明管のポーションを飲んでください。また装備品も外しておかないといけないので必ず外しておいてくださいね。準備ができたらまずは足場ブロックを5個ほど追加して少し高くしておきます。次はボートと首紐を使ってシュルカーを2匹確保します。今回はエンドシティの入り口にいる2匹を連れてきましょう。まずはこのように仮ブロックを置いてボートを置いたら首紐をつけて引っ張りながらシュルカーに近づけてシュルカーを乗せます。もう1匹も同じ要領でボートを近づけて乗せてください。2匹確保できたら装置側へ運んでいきましょう。足場ブロックの近くまで連れてきたら登って上に連れて行きます。この時ボートが葉っぱの床に引っかかってしまう場合は一旦葉っぱを撤去して通りやすくしてくださいね。上まで登ってこのように足場ブロックにボートが乗った状態になれば OK。次はこのように葉っぱの床へ移動してボートを引っ張って葉っぱの床に乗せたら処理ユニットの近くまで運んでいきましょう。
ここまでできたらボートを壊してシルカーを下ろします。あとはしばらく待っているとこのように装置内にワープして入ってくれるので少し待ちます。透明化のポーションの効果が切れそうな場合はこのように装置の影に隠れておくと良いですね。はい、移動しました。これでシルカーの搬入は完了です。次は待機時にエンダーマンに襲われないように待機場所にこのように葉っぱを設置します。葉っぱはこの位置からこんな感じで置いていって、あとはチェストの上に 3×3 の葉っぱの屋根をつけておきましょう。では動作チェックです。待機する際はこのチェストの真上に立って待機。前のシルカーに後ろのシルカーからの攻撃が当たって一度倒されて復活した後はピストルで瀕死状態にされてすぐに倒されるのが繰り返されていきます。このように動いていれば OK です。ではこのまま10分ほど放置して効率を確認してみましょう。はい、10分経ちました。今回はシルカーの殻が10分で125個。1時間換算だと750個になりますね。だいたいこのぐらい入手できてれば OK です。これで処理ニット1つのタイプは完成。ここからは処理ニットを4つに増やす方法について説明していきます。ではまずは装置を置く葉っぱの床をこのように8マス先まで広げていきます。葉っぱを置き始める位置はチェストの位置を基準にまっすぐ後ろに下がってこの位置からここから1,2,3,4,5,6,7,8個置きます。あとは同じ要領で各方向8マス伸ばしていきましょう。伸ばせたら次はこのように横に3マス広げていきます。こんな感じですね。あとは同じ要領で各方向を広げていってください。はい、これで装置を置くスペースの確保は OK。あとは処理ニットをこのように各方向に作っていきます。作り方は動画を戻して確認しながら作っていってくださいね。では動作チェックです。チェストの上に立って少し待ってこのようにシルカーが素早く倒されるようになっているか確認をしておきます。問題なければ10分間放置して効率を測ってみましょう。はい、10分経ちました。今回はシルカーの殻が550個。1時間換算で3300個ですね。運にもよりますが、だいたいこのぐらい取れていれば OK です。これで処理ニット4つのタイプの完成です。はい、今回は進化した毎日3000個ものシルカーの殻が手に入るシルカートラップを紹介させていただきました。今回の装置は視聴者さんご紹介のピゴラタさんのアイデアを参考に改良小型化したものになります。素晴らしいアイデアありがとうございました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。ではまた。